なんだ急に電気が落ちた。猫吉、なんだ急に停電になっちゃった。停電になっちゃったぞ。いや一応ね、このうちは災害対策のアイテムはいっぱいあるから、とりあえずすぐにマキタのライトをつけよう。よし。多分これ自分家のブレーカーが落ちたわけじゃないな。そんなに電気使ってないもん。ほら、ブレーカー落ちてないよ。ブレーカー落ちてない。ちょっと外見に行こう。いや、全ての電気が消えてるから、これ街中が停電してるな。街中が停電してる。なんだろう、何があったんだろう。ダメだよ坊ちゃん。いや今日は2月の8日、今日何本も動画上げて、大雪の我が家の様子をねお送りしてたんですけど、坊ちゃん今日の動画を全部出し終わって、今選挙特番見てたら急にパソコンが落ちちゃって、うちはねこういう時のためにマキタのバッテリーもいっぱいあるし、モバイルバッテリーもいっぱいあるし、すぐに電気には困らないんだけど、ただエアコンが止まっちゃってるからちょっと猫たち寒くなっちゃうな。ねえ猫口で、あとあれだね、ちょうどねこういう時のために最近これだ、ちょうどこれ1ヶ月前に買ったんだよね。こういう時に情報が取れるようにワンセグとフルセグが映るポータブルテレビですね。著作権の関係でちょっと映像は出せないんだけど、ただこの前ねちょっと試験的に使ったらうちだと電波がなかなか入らないんだよね。これとりあえずセットしてみようか。電波入るかな。でモバイルバッテリーをタイプ A でつないで、で電源は入るんですけど、電波がねうちだとこの前やったらねあんまり入らなかったんだよな。でチャンネルスキャンダメだ、うちだと受信ができない。いやちょっととりあえず僕の部屋じゃつかないんで、外行けばちょっとつくんですよね。あとはバスルームだけどちょっと真っ暗だからライトがないとダメか。もう一つマキタのライト持ってこようか。ここにランタンもあるんだよな。いいや、マキタのライト持ってこよう。でとりあえずちょっとポータブルテレビは後で別の場所で映してやるとして、マキタのライトとバッテリーを全部持ってきましたので、ちょっとこれはねサードパーティーのライトだけど、
一応バッテリーは3アンペアが2つと、あと6アンペアも2つで、2アンペア1つと互換バッテリーの6アンペアが2つで、このね互換バッテリーはね、あんまり動画で映っちゃうと結構ね指摘してこられる方いるからあれなんだけど、一応これはねほぼ災害用で使うために買ったものなんで、普段電動工具使うのは全部純正バッテリー使ってるんで、でこのライト使おうかな。よいしょ。はい。まあ、このライトはねマキタ純正じゃなくてこれも互換なんだけど、だいぶ明るくなった。でこれはちょっとまた後でどっか行く時に使うから、これはマキタ純正ですね。で猫たちもやっぱりなんか不安がってるみたいで、猫串も降りてきちゃったからね、何かあったって分かるみたい。猫たちも不安がってるよ。でとりあえずちょっとね、今そっちでライトつけたからこれ持ってって向こうでテレビつけてみようかね。一応ねこの今洗面所なんですけど、洗面所なら前テストした時は映ったんで、一回このねポータブルテレビを使う時は番組の受信をしなきゃいけなくて。坊ちゃんが来た。坊ちゃんなんで停電になっちゃったんだろうね、坊ちゃん。はい、今スキャン中です。こっちがフルセグでこっちがワンセグで、ワンセグとフルセグの違いは、まあ簡単に言ったら画質ですね。フルセグの方が綺麗に映って、ワンセグはちょっと映像が荒いんですけど、果たしてチャンネルの受信ができるか。ちょっと僕の部屋ではできなかったんで。あ、来た来た。ワンセグもフルセグも入ってきました。でまあ情報を取るだけだったらスマホでもね情報取れるんだけど、一応ちょっとね大きめの画面で見たい時とか、あとこれがあればラジオの受信もできるし、で一応ね日中で太陽が出てればソーラーパネル一応僕3枚持ってるんで、ポータブルのね、1つは大きいやつで、まあもう2つはねちょっとちっちゃいやつなんだけど、それがあればモバイルバッテリーとかねスマホは充電できるので。あ、入ったけどこれドラマだ。入りましたけど、なんで停電してるか情報出るかな。まあこれ下に出てるのは選挙の情報ですね。今日衆議院選挙の開票日なんで。選挙しかやってないかやっぱり。香川1区、これから中道を国会論戦にどう臨んでいきたいかお願いいたします。ダメだ、選挙しかやってない。選挙しかやってないんでちょっともう切っちゃいますね。電波も悪いし。ダメだ。よいしょ。猫口、ほら猫口が不安がってる。大丈夫だよ猫口ね。何があったかちょっとわからないけど、とりあえず最低限の電気は取れるから。最低限の電気って言っても DC だけどね全部ね。とりあえず猫口寒くなっちゃうね。温度も落ちてきちゃった。13.6 度まで落ちてきちゃったな。参ったな。まあ猫口は寒かったら上のお布団入れるんで、で坊ちゃんはもう寒いのは全く大丈夫なんだけど、もちろん寒かったら布団に入れるしね。まあいいや、出てない。いつ復旧するかわからないから。でまあマキタのバッテリーはね災害時は充電できないんだけど、モバイルバッテリーとスマホは一応日中はソーラーパネルが3枚あるんで、ポータブルのね、それで一応充電はできるんだけど、問題は夜間だよね。
でDC と AC の違いって皆さんわかるかな？このコンセントで使うものはみんなねこれ AC なんだけど、電気はね AC と DC っていう2つの方式があって、基本的に送電線で送ってるのはみんなあれは AC なんで、こうやってコンセントから来る電気も AC で、こういうバッテリーっていうのはみんな DC だから、家の家電をこういうバッテリーで使おうと思ってもこのままだと使えないので、こういうねマキタのバッテリーでも AC を使うためのあることはあるんだけど、海外のサイトとかでね。ただ僕はちょっとそういうのは買わない。なんでかって言ったら、あんまりちょっと信用ができないから、マキタのバッテリーがねやられちゃう可能性あるんですよね。とりあえずは、一応軽い電気は使えるんだけど、このマキタのバッテリーから 150W まで OK とかっていうやつとか 300W まで OK とか、いろいろあるんだけど、僕の場合唯一そういうのを使うのは車だけ。車の DC12V をちょっとそういうので変換して、 AC の僕の持ってるやつはね一応 150W までかな、 300W だったっけな、それくらいまでは使えるっていうねやつを買ってあるんで、もしどうしてもこういう災害時にちょっとした金をね使いたい時なんかは一応車で使うっていうこともできなくはないっていう感じですね。その辺は興味のある方はねちょっと自分で調べていただいて、今説明してもね1時間とか2時間とかっていう話になっちゃうんで。であと僕 40VMAX のあれは 6A だったっけな 5A だったっけなっていうのを2つ持ってるんだけど、それはちょっとライト系は持ってないんで、扇風機とかはあるけどね、マキタの 40VMAX の今冬だからとりあえずそれは使わないんで。ぼっちゃん面白がってるだろう。ぼっちゃんは何でもかんでもぼっちゃん面白がってね。猫口大丈夫だからね。パパずっと一緒にいるからね。猫口寒いから布団入ってな。ね。分かった分かった。よいしょ。ね、布団に潜ってな。これだけあるから当分は大丈夫だけど、あと乾電池で使えるランタンもあるしね。これも一応災害用で買ったランタンですね。これは電池式だからいいや今は。こっちつけようじゃん。明るくなった。とりあえずだいぶ明るくはなったんで、だけどねバッテリーも節約した方がいいといえば節約した方がいいんだけどね、いつまで続くかわからないから多分すぐ復旧すると思うんだけど、モバイルバッテリーも持ってきとこうか一応ね。はい、モバイルバッテリーもね持ってきたんですけど、モバイルバッテリーは僕ねいっぱい持ってるんで、大体充電してあるんで、これはねヒートジャケットとかヒートパンツとかヒートブーツとかね、そういうの僕持ってるんで、このバッテリーで温めてくれるっていうね、それなら外でも使えるんで、こうやって持っとけばねこういう災害時にも使えるんで。今ドカジャンの中に着てるんだけど、これがねちょっとかっこ悪いけどヒーターベストで、ここにねコードが出てるんだけど、これをモバイルバッテリーにこうやってつなげて、でポケットに入れて、でこの胸のボタンを長押しすると、はいつきましたね。前面と背面がこうやって個別にスイッチを入れて、スイッチが入るとねこれすごい熱が発生してあったかいんですよね。強さもこうやって選べて、これを中に着てるともう最強。真冬に外出ても全然寒くないと。ちょっと今猫たちがね寒い思いしてるんで、あんまり僕だけぬくぬくするわけいかないんだけど、こういうのもあるということです。でもちろんねモバイルバッテリーがあればスマホも充電できるんで、よいしょ、これでスマホの充電ができると。これはねワット数も表示されるこれコードなんですけど、これすごくいいんですよね。 PD 対応だし、モバイルバッテリーはやっぱり急速充電対応のモバイルバッテリーを買っておくと、
スマホの充電ですごい便利で、これは全部ねソーラーパネルで充電もできるんで。ただマキタのバッテリーについてはソーラー充電では充電できない。今度あれだね、モバイルバッテリーで使える猫たちのヒータークッションもあるといいかもしれないけど、でもそれよりもね、ロールクッションの方があったかいし、電気使わずに安心して使えるんで、ロールクッションは本当ね最強なんですよね、猫たちにとっては。寒ければ中潜るし、暑くなったらクッションとして使えるし。いつになったら電気戻るんだろうなね、坊ちゃん。最悪うちは多分妻の家は停電してないと思うんで、今調べた限りだと妻の家に避難することはできるけど、じゃあとりあえずもう寝ようかね。起きたら電気戻ってるといいな。寝よう坊ちゃん。猫吉寝よう。じゃあとりあえず今日は寝ます。じゃあ坊ちゃんおやすみ。よいしょ。じゃあ猫口寝よう。今日はちょっと寝る間エアコンつけられないから寒くなっちゃうけど、朝とかめっちゃ寒いと思うけど大丈夫かな猫口。猫口寒くなったらこの中入るんだよね。もし途中で電気が復帰したの分かったらすぐエアコン入れるんで、そうしないと朝ねめっちゃ寒くなっちゃうもんね。猫口は寒がりだからね。じゃあおやすみ猫口。おやすみ。おっちゃんもおやすみ。いや今電気が戻った。電気が戻ったぞ。やった、電気戻った。猫口寒かったね猫口ね。今お部屋温めるからね。もっちゃんも寒かったね。よいしょ。暖房20度で運転を開始します。今朝の5時。うわーこれは寒いよ。部屋の中6度になっちゃった。でもよかったね坊ちゃん。こんな寒いのにそんな床で寝てて坊ちゃんはね、今暖かくなるからね。どんどん暖かくなってきた。いやー電気って毎日当たり前のように使えるけど、こうして止まってみるとそのありがたさがよくわかるな。ね坊ちゃん。よいしょ猫口、もう少し寝ようね。もう少し寝よう。こっちの布団入る猫口。よかった。あんなに寒い中猫口させたの初めてだから心配しちゃったよパパね。じゃあ猫口一緒に寝よう。猫口、さっきは寒かったね。寒かったね。おっちゃんも昨日は寒かったね。